低温科学研究所の大島圭一郎と申します。南極海とか北極海、オホーツク海といった冷たい海の研究をしております。冷たい海では海水が凍って海氷ができます。海氷が凍るときにはなるべく真水で凍ろうとするので、塩分の高い冷たい重い水が下に吐き出されるんですね。その重い水が沈み込むことによって海の大循環が起こるわけです。約1000年とか2000年かけて大きな循環が起こります。南極低層水っていうのは一番重い水なんですが、その生成量が減ってきているということが分かってきています。北太平洋ではオホーツク海で一番重い水ができるんですが、そのオホーツク海でできる海氷の量も減って、重い水の量も減ってですね、そこから沈み込む循環も弱くなっているということが分かってきています。海氷が40年で 30% 減っていると。そのために沈み込む水の量も3割ぐらい減っているということが分かってきました。海っていうのはとても熱容量が非常に大きいです。大気に比べると圧倒的に大きいです。海の循環が変わるとですね、地球の気候がもう激変することになります。長期の地球の気候というのは海の循環で決まっているということが分かっています。水の沈み込みが起こるときにですね、一緒に栄養分、特に鉄が重要だと言われているんですが、それを一緒に運ぶことが分かってきています。で、もしかするとその、栄養物質ですね、鉄などの栄養物質の、輸送がですね弱まって、生物生産あるいは漁業生産、そういったものに関係してくる可能性が将来的にあるわけです。現場に行って速記を海に沈めて観測するということと、人工衛星からですね、よりグローバルにですね、海氷の実態を把握すると、この2つの方向から研究をしています。人工衛星で初めて世界で海氷がどこでどれぐらいできているかっていうマップをですね提示したわけですね。そうすると、日本の南極観測基地がある昭和基地の近くにですね、海氷がとんでもなくたくさんできる場所があるということがその衛星の観測で分かったんですね。今まで分かっていなかった未知の南極低層水の生成域というのをですね、日本が主導して発見することになったわけですね。氷河をセスナ飛行機の上から見るんですが、それがもうすごいダイナミックで氷河っていうぐらいの川のように流れている。それを目の当たりに見たりとかですね。例えば南極低層水を発見した時ですね、そのデータを見た時にですね、明らかにそこに新しい低層水ができているということは見えるわけですね。その瞬間というのはもう何者にも代え難い、もう現場でやったっていう感じだったんですね。はい。観測船でもですね、有志が募ってですね、みんなでブートキャンプやったり、体を動かしたりですね、そういうような企画っていうのをよくやるんですね。段取りっていうのが大事だっていうのはありますよね。うまくいかないこと、失敗、天候、いろんな問題があるんですが、それは必ずしもですね、マイナスとは限らない場合もあるんですよね。そういうふうに開き直って、常にどんなことがあっても第一のバックアップ、第二のバックアップ、そういうことを考えながら研究していくと、結果的には宝に当たるということも経験しているので、その後もずっと研究しているという感じですね。やっぱりどうしてもその流行りの研究をみんなしてしまうっていうところがあると思うんですけども、でもしっかり、自分が面白いと思うことは何なのか、価値があるものは何なのかっていうのを見定めてですね、むしろみんなが行かない方向に行くとですね、宝があるし面白いものがあるかもしれない、そういうことは伝えたいなと思いますね。